どうもクピオです。今日なんですけど、埼玉県にあるキャンピングカービルダー日本特殊ボディさんに来ています。プロデュースさせてもらったキャンピングカーアオサギのプロトタイプ試作車が完成しました。まだ外装は完成していませんが、内装はできました。本日初公開させていただきます。自分が考えたキャンピングカー作るのが夢でした。 NTB さんと約2年打ち合わせを重ねて、今日夢が叶ってめちゃくちゃ嬉しいです。これが販売されるなんてまだ信じられません。実は最終完成したキャンピングカー見るの、自分も今日が初めてです。皆さんと一緒に見ていきたいと思います。コンセプトはバンコンの機動性にキャブコンの中の快適性を足した究極の1人2人旅仕様です。レイアウトや装備は自分が車中泊する上で必要なものを詰め込みました。スペースが限られているので、様々なアイデアやギミックを取り入れました。万人受けするキャンピングカーではないかもしれませんが、一定の人に刺さってくれるんじゃないかと思っています。一人二人が快適に過ごせるように考えましたが、4人でも問題なく過ごせるようにしています。他にはないポイントいくつか入れました。このコンパクトなキャブコンでもすぐに眠れるように、キャブコンでは珍しい半常設ベッド設置しました。布団を敷いたままこうやって収納にもアクセスできます。そしてウォークイン収納、歩いて入ります。超大容量なんで収納問題はこれで大体解決できると思います。そしてスライド収納トイレ、 DIY カスタマイズスペース、面白そうでしょ。今から詳しく説明していきますね。皆さん見ていてこうした方がいいとか思い浮かんだことありましたら、お気軽にコメント記入してください。それを採用させてもらうかもしれません。最後に日本特殊ボディさんに直接発売日、価格、納期など聞いてみますね。まずはベース車やスペックのことをお話ししておきます。ベース車両はイスズトラビオです。イスズエルフミオのキャンピングカー特装車です。専用シャシが使われていたり、足回りもキャンピングカー用にチューニングされています。エンジンは 1.9 リッターディーゼルエンジン、最大出力120馬力、最大トルク320ニュートン、ミッションは6速 AT、 駆動方式は2駆です。乗車定員5名、就寝定員6名、全長 4940mm、 全幅 1830mm、 全高 2980mm、 車両総重量 3290kg。 比較対象になるトヨタカムロードと同じディーゼルエンジンで比較してみます。最大出力はカムロード144馬力、トラビオは120馬力、カムロードが 20% 上回ります。最大トルクはカムロードが300ニュートン、トラビオは320ニュートンで、トラビオが少し上回ります。排気量はカムロード3リッター、トラビオは 1.9 リッターなので、トラビオはトルクがあって燃費がいいという感じになります。アオサギは車両総重量 3.5 トン以下なので普通免許で運転できます。最小海底半径が 4.2 メーターで、軽自動車と同等レベルの小回りが利きます。コインパーキング OK なんで、高さ制限のないところでしたらどこでも止められます。デザインはもうこれで完成です。自分のイメージを伝えてプロのデザイナーさんに作ってもらいました。名前のままアオサギをイメージしました。自分関西から富山県へ移住したんですけど、アオサギや白鷺よく飛んでるんですよね。で、飛んでいる姿がすごくかっこよくて、いつも見てしまいます。このキャンピングカーもアオサギのように自由に各地に羽ばたいていくような、そんなイメージで作りました。走行している時すごくかっこよく見えるようにデザインしてもらいました。デザインのデカルシールはまだ貼られてないんですけど、もうシェルとかは同じなんで外装から見ていきます。特徴的なのはこの前幅がそんなに広くないんで、こうやって横から見るとシェルが出てないんですよね。普通のキャブコンならここポコッと出ています。なので空気抵抗も少なそうです。助手席側のサイドです。この下に車のメインバッテリーが収納されています。リアの方にも収納があります。ここに排水タンク50リッターのタンクがあります。で、その横ですね、ここに防臭の収納があります。なのでラップポンとかですね、そういったラップトイレのゴミとかこの中ちょうどいいかもしれません。で、このタンクの下はコックになってますんで、引くと排水されます。で、ここは中のマルチルームにつながっています。で、ドアの横に小窓があって、その上なんですけど、これ見てほしいんですけど、これレンジフードの換気扇の排出口になります。かなりコンパクトです。で、運転席側なんですけど、ここに燃料タンクがあります。軽油の燃料タンク70リッターですね。右側にアドブルーがあります。
でリア側にエアコンの室外機があります。でその上は清水タンク50リッターと奥に温水ボイラーが見えます。でその横は中の収納につながっています。ここはかなり大容量になっています。ここは給水タンクへの給水口になります。でリアにも扉があって中につながっています。こっち側はマルチルームの収納ですね。外から中の収納の説明しても結構分かりにくいんですけど、今から中も映しますんで収納スペースも分かりやすく見れると思います。でリアの灯火類は LED になってますね。屋根にはソーラーパネル 585W がついています。こちら標準装備ということです。タイヤホイールは15インチ、リアはダブルタイヤになっています。で運転席なんですけどすごいかっこいいんですよね。で今回は簡単に紹介します。詳しく知りたい方はイスズのサイト見てください。インテリアパネルはピアノブラックが採用されています。シートヒーターに電動パーキング、オートブレーキホールドもついています。オートクルーズはついていませんが先進安全装備は充実しています。前列は3人座れるのも嬉しいですね。それでは内装を見ていきます。いやいいですね。こここだわったんですけど入った時に何も遮るもないようにしました。コンパクトな車体だけど広く感じます。自分この車より大きく、ここにマルチルームがあるキャンピングカー持ってますが、パッと入った感じこっちの車の方が広く感じます。全体のレイアウトなんですけど、センターエントランスで入ってすぐ4人座れる大ネットスペースで、前方にバンクベッド、ここまでは普通なんですけど、リアにキッチン、マルチルーム、半常設ベッド、簡単にベッドになります。でこのベッドの横なんですけど有孔ボードにしてもらいました。キャンピングカーは人それぞれ必要なものが違いますんで、ここをカスタマイズして必要なものを収納できるようにしました。キッチン側にも有孔ボードつけています。ここ穴開いてるんでフックで収納してもらってもいいんですけど、もう直接穴開けてもらっても大丈夫です。ここだけ交換すれば元に戻りますんで、いわば新車から穴の開けれるキャンピングカーですね。で見てもらったら分かるんですけど、照明もたくさんつけてもらいました。明るくしてもらいました。少し温かみのあるいい温度色ですね。もうこの車があったらどっか行かなくても駐車場にあるキャンピングカーに来て、ここでコーヒー飲むだけでワクワクして誰でも子供に戻れますね。で内装はその他たくさんこだわったポイントありますんで、一個一個紹介していきます。この内装の素材もこだわりました。木目調を生かした明るめのデザインにしてもらいました。まず天井なんですけど、これ木じゃないんですよね。シートなんです。木目調のシートを貼ってもらいました。本当は木がいいと思うんですけど、かなり広大なスペースありますんで、これを全部木にしちゃうとかなりキャンピングカーが重くなっちゃいます。これ防水性ありますんで、キャンピングカーでなんか料理とかして匂いがついても拭き取るだけですぐに綺麗になります。自分のキャンピングカーは天井が布みたいな生地なんですけど、すごい匂いとか取れにくいんですよね。なので防水性のあるシートはかなり実用的です。でサイドのこの生地なんですけど、これも木のように見して木じゃないんです。レザー調のシートに中にクッションのような素材が入っています。なので断熱性もかなり期待できます。この壁結構いい色ですよね。キャンピングカーの断熱ボードありますんで、ここの内装の断熱もあるんで、いわば二重断熱のようなそんな感じになると思います。で床も木目調です。でこちらも防水性ありますんで、濡れても拭き取ればすぐに綺麗になります。こういった素材を使うことによってすごいメンテが楽なんですよね。あとペットがいる方もガンガン使えると思います。でエントランスもこだわりました。まず必ずお願いしたのが、靴が4足以上置けるようにお願いしました。ここなんですけど、靴を収納できるこういったフックつけてもらいました。ここに1足ですね。で子供の靴とかだったらもう1足入るかもしれません。でここも1足2足置けます。で下の段も2足置けます。でこのゴミ箱取ればもう1足置けそうです。傘立てもお願いしました。ここ見てください。ここに1本立てかけれます。ちょっと細いタイプしか無理なんですけど、一応傘は置けます。で工夫したら2本ぐらい置けそうです。で入り口のすぐ横棚があります。ここに冷蔵庫あります。容量は86リッターで冷凍庫もあります。でその上にテレビがあって、こうやって引くとテレビ伸びます。でこんな感じで方向を変えることができます。
こんな感じでロックされますんで、走行中動きません。で、入り口の上にスイッチ系がまとめられています。こちらのダイニングスペースは4人がテーブルを囲んで座ることができます。で、こちらのサードシートですね。ここにシートベルトあって2人座ることができます。通路側は2点式。で、窓側は3点式なんで、チャイルドシートも付けることが可能です。で、この生地もね、こだわりました。レーザー調の防水のシートでしまいました。結構ね、キャンピングカーでダニとか湧きやすいんですよね。自分も刺されたことあります。車の中で暑くなるからダニ死ぬんじゃないかと思うんですけど、キャンピングカーって断熱性がいいんで死なないんですよね。なので個人的には布よりこういったレザー調の生地の方が好きです。で、防水性もあるんで何かこぼしてもすぐに拭き取れます。で、テーブルはすごく迷いました。こういった壁にかけるタイプのテーブルですね。そちらと今回採用したのがこのもう床にビス止めされているタイプのテーブルです。すごい迷ったんですけどね、もうとにかく楽にベッド展開できるタイプを考えて採用しました。で、こちらのレバー、ここを上に引きながら体重をかけると下に下がります。で、あとはこちらの背もたれのクッションをはめるとベッド完成します。で、こちらのタイプすごいいいなと思ったのが、このレバーを解除するとこんな感じで手前に引くことができます。で、こう奥に行ったりできます。で、こう横にも行くんですけど、この動きもできます。で、さらにですね、まだ動きます。こんな感じで入り口を広くすることもできます。高さも自由自在なんで、お子様に合わせたり、パソコン作業するときに合わせたり、いろんな高さに対応できます。あと個人的にいいなと思ったのが、子供とかお菓子食べるときこぼしますよね。そういうときにこんな感じでテーブルを手前に引くとこぼれにくくなるんで、掃除も楽そうです。なんかこうやって使ってると、こっちのテーブルで正解だったような気がします。この辺を実際に車中泊で使ってみて確かめたいですね。あとコンセントがここに1箇所とテーブルの下にも1箇所あります。で、テーブルのサイズは短い方が57センチ、長い方は80センチです。ダイニングスペースに一番大きい窓があります。こちらはめちゃくちゃ大きいというわけでないんですけど、ちょうどいい大きさですね。で、目線もちょうど窓見えますんで、外の景色堪能できると思います。で、上から網戸と下からシェードが可能です。で、次がこのキャンピングカーで一番こだわったと言っても過言ではない半常設ベッドです。ここのサードシートの背もたれを跳ね上げるとベッドになります。で、こだわったポイントなんですけど、とにかく素早くワンアクションでベッド展開可能。ここにこだわりました。これなら常設ベッドじゃなくても常設ベッドと同じような使い方ができます。バンコンではホワイトトップさんというビルダーさんがスライド式で半常設ベッドありますが、キャブコンではなかなかない装備なんですよね。日本特殊ボディさんも昔はこのレイアウトがあったそうなんですが、こういった背もたれのギミックを使用してベッドにするのは初めてということです。いろいろ大変だったと思いますが、作っていただいてありがとうございます。で、これさらにこだわったポイントあります。ここの収納にアクセスするときに布団その敷いたままで開けられるようにしてもらいました。これ全開に開けた状態なんですけど、こんな感じでスペースがあります。ここに布団が入る予定です。イメージは寝ていってここだけ折りたたんで、これを下にします。そうすればこのまま上げても布団もそのままで収納せずに引きっぱなしにできると思います。あとはですね、この奥のとこはそのままなんで、もうこのままくるくるまとめちゃって奥の方に置いちゃうかですね。そのパターンでも寝る時の手間はあまりないと思います。この辺はまだ実際に布団敷いて試してないんで、今度実際の車中泊で試してみたいと思います。で、こちらのベッドのサイズなんですけど、長さが 1920mm で、横幅ですね、ここの柱があるところが 800mm で、柱ないところは 950mm です。で、ベッドの奥にはコンセントと照明、窓があります。で、これベッド展開せずに折り曲げた状態、この状態で 1430mm ですね。なので子供用ベッドでしたらもう展開しなくそのまま使えます。あとは車中泊のアイテムの一旦荷物置き場としてすごい優秀なスペースになると思います。ですごくいいなと思ったところなんですけど、ここの上にマックスファンをつけてくれてます。こちら電動のマックスファン標準装備です。なので寝るときですね、このエアコンつけずにもこのマックスファンを吸気にしとけば結構風が当たるんで涼しく眠れると思います。これワンタッチで開くんですよね。めっちゃ便利です。
このマックスファンがリアにあるメリットとしては、前の窓を数箇所開けてあげれば車全体の空気が入れ替わります。で、このサードシートのヘッドレスト取った状態じゃないとベッド展開できません。こんな感じですね。で、取るのもすごい簡単です。ただですね、このもうヘッドレストは2人旅ではつけないのを想定して考えています。次はもう一つの目玉でもあるウォークイン収納ですね。こちら紹介します。ここは名前の通り、なんと立ったまま入れます。大人2人が隠れることも可能です。どうですか、ここかなり収納ありますよね。立って入れるんで腰にも優しいです。こんな感じで高さが結構ありますんで、もう大人も子供もすっぽり入ります。で、ここの奥に清水タンク50リッターと温水ボイラーが入っています。で、ここにはラップ式のトイレがあるんですけど、こちらはマルチルームから収納できるスライド式のトイレです。ここはキャンプ用品も入るし、着替えや冬だったらハンガーとかつけてクローゼットにしてもいいですね。トイレいらない方はここも収納スペースになりますんで、さらに広くなります。ここの使い方は無限大という感じですね。で、次マルチルームなんですけど、かなりいいですよ。入って奥に収納できる鏡とシンクで、下にも収納棚があります。こんな感じで鏡の中は結構物が入ります。この辺も収納になってます。で、こちらが先ほど外から見たリアの扉開けたところの収納になってます。マルチルームは F ヒーターの吹き出し口もあります。で、上に換気扇もあります。で、シャワーするときはこのホースが伸びます。ここの扉を開けるとトイレが出てきます。で、ここにラプポンがあるんですけど、実はこれまだ完成してないそうです。ここにスライドがついてこう出てくる予定ということです。で、このスライド収納トイレは自分のキャンピングカーで採用してすごい良かったんで、このプロデュースキャンピングカーにも採用しました。ちょっと完成イメージとして自分のキャンピングカーのスライドトイレを写しておきます。このマルチルームすごないですか。すごいおしゃれで機能的だし、しかもスライドトイレ収納ができればシャワールームと2ルームあるように使えます。で、照明もこんな感じでスポットライト2つと間接照明とかなり明るくて雰囲気もあります。で、このトイレは標準装備でついてくるそうです。で、シャワー浴びるときなんですけど、シャワーカーテンをつけるそうです。いや、いいですね。この空間すごい好きです。次ギャレーなんですけど、結構ねコンパクトなんですけど雰囲気いいですよね。おしゃれな小股付きのミニキッチンという感じがします。ここで海見ながら料理したいですね。で、ここにペットボトルがあります。これはね賛否両論あると思うんですけど、自分はこだわりました。これ2リッターのペットボトルのお水なんですけど、ここに挿してもう直接これでお水が出るようにしています。車中泊の時、清水タンクのお水って口の中あんまり入れたくないんですよね。やっぱり雑菌いる可能性あるし、消毒のために塩素を入れると結構塩素の匂いもします。で、かといってペットボトルを冷蔵庫に入れるとかなり容量を食うんですよね。お水は常温になりますが、こうやってペットボトルを置いとけばいつでも美味しいお水飲むことができます。これはね賛否両論あると思うんですけど、自分は必要だったんでつけてみました。もちろんいらない方はこちらなしにすることも可能です。で、その下は500ミリのペットボトルが入るぐらいの収納が1箇所で、その下もちっちゃめですが収納があります。で、ここも収納になっています。ちょっとしたスペースも無駄にしないという日本特殊ボディさんの気持ちが現れてますね。下に電子レンジがあります。で、下収納が2箇所あって、でお水のタンクですね、残量計や F ヒーター、ボイラーの電源でインバーターのスイッチがあります。で、ここはシンクで清水タンク50リッター、排水タンク50リッター使えます。こんな感じで補助テーブルですね、左右展開すると結構広くなります。これなら調理も可能だと思います。で、一番上にも結構大きい収納があります。ここに鍋や食器類ですね収納することができます。ここにレンジフードがあります。で、ここ小窓なんですけど、これこだわりました。こんな感じでここの窓を開けると、ここ空気吸ってこのままレンジフードに座れます。なので調理してもここだけの循環で匂いが他に充満しないんですよね。で、そうすることによりこの夏場とか冷気とかですね、エアコンで冷やした空気が外に行かずに
料理することが可能になります。車内で料理しない方はあまり関係ないんですけど、もう調理する方はこれかなり便利な機能だと思います。結構狭いんですけど、こういったギミックやアイデアなどである程度調理はできるようになっています。で、今思いついたんですけど、ここのウォークイン収納ですね。この扉のここにスパイスラックとかなんか付けられたら結構収納増えていいかもしれません。ただここはね、ちょっとザラザラしたキーなんで、なんかつるっとした化粧板みたいなんでしたら両面テープがつくと思いますんで、そのアイデアも NTB さんに言ってみます。ここね、かなり狭いんですけど、全部の扉、このマルチルームの扉やここのウォークイン収納の扉、ここですね。で、次はこのサイドテーブル、これも全部干渉しないんですよね。デッドスペースが本当にありません。NTB さんの技術の高さを感じます。で、次なんですけど、このダイネットのベッドとバンクベッド展開しておきます。ではまずバンクベッドから展開していきます。かなり広いバンクベッドになりました。で、このまた天井の木の模様がすごいいいですね。で、照明もここにあります。で、反対側も照明があって、コンセントがあって、で、収納があります。サイズが一番奥からだいたい195センチぐらいあります。で、横幅が約160センチですね。なので上3人眠ることができます。じゃあ次はこのダイネットソファベッド展開してみます。はい、できました。ちょっと初めてっていうこともあったんで、2分ぐらいかかっちゃいました。この延長マットがここにあります。で、ここのやつをここに持ってきました。で、これ、こんな感じで、板を開いたら台になりました。で、サイズなんですけど、この一番長いところで 1830mm。で、この横幅一番狭いところですね。ここで 1100mm。で、こっちがここ一番広いところなんですけど、ここで 1200mm です。なので、一人でゆったり眠るか、二人でも大丈夫かなと思います。こんな感じで全部ベッド展開すれば、ここの半常設ベッドに一人寝てもらって、でその下ここに二人もしくは一人。で、このバンクベッドに3人もしくは二人でゆったりですね。なので、最大6人眠れます。4人なら各スペース、ゆったり眠れるといった感じです。で、この延長マットはここに収納されます。で、もしここですね、この延長マットいらなくても、ここは一人しか寝ないよっていう方であれば、もうこの延長マットは家に置いとけば、ここのスペースも生まれますんで、常設ベッドで眠る方も快適になると思います。で、最後に電気関係なんですけど、このソファー下にサブバッテリー標準で 5kWh 入っています。アンペアは換算で 12V だと 417A になります。家庭用クーラーだけで使用する場合であれば、2晩といった感じですかね。外装でも紹介したんですけど、屋根には 585W のソーラーパネルがついています。こちらも標準です。あと走行充電、こちらも標準で 24V、25A、約 700W 発電の走行充電がついています。700W でも十分あるんですけど、日本特殊ボディさんは世界初の 2000W 超えですね、走行充電を実現しています。エネクルーズブロック2という名前なんですけど、間違っていたらすいません。そちらをつけると 24V85A なんで、約 2500W 発電されます。で、こちら先ほども紹介したんですけど、インバーターになります。こちらがあると家庭用コンセントが使えるようになります。1つ 2000W で2つ搭載されています。2つついてる意味なんですけど、温水ボイラーや家庭用クーラーなど消費電力が高いのを同時に使えるように2つ付けたそうです。なのでエアコンと電子レンジ同時使用も可能です。で、このインバーターも標準装備です。温水ボイラーも標準装備です。こちらはなかなか標準ではないですよね。先ほどの電装関係も全部標準だったんですけど、今から紹介する空調関係も全部標準です。まずは家庭用エアコン。で、ベバストの FF ヒーター。で、FF ヒーターはキャンピングカー専用の暖房になります。家庭用エアコンでも暖房を使えるんですけど、消費電力が高いので FF ヒーターのが省エネでコスパもいいです。で、先ほども紹介したんですけど、この電動マックスファン。で、マルチルームの換気扇。で、キッチンのレンジフード。以上が空調関係で全部標準装備です。完璧ですね。で、このエアコンの位置、ここめちゃくちゃ良かったです。ここにあると部屋全体が
冷えました。以上がこのキャンピングカーの各装備になります。いや、めちゃくちゃいいですね。皆さんどうでしたか？なんかすごい居心地がいいんですよね。で、照明もいいし、この木の感じもいいです。旅に行って海とか景色のいいところでずっと車の中で過ごしたくなる、そんな車です。ここの半常設ベッドは本当に使い方いろいろ考えられると思います。もうこんな感じでベッドに使ってもらってもいいし、ここ収納として使ってもらってもいいと思います。なんかもう家電とかですね、板置いちゃって食洗機やノンフライヤーとか置いて家電コーナーにしても面白いかなと思います。で、バンクベッドも広いんで、こちらをベッドにして使うっていうのもいいと思います。でもね、ここ寝転がったらここのベッドほんと気持ちいいですよ。キャンピングカーの真ん中なんで、もうすごい楽しいです。意外とキャンピングカーでバンクベッドやリアベッドなど端で寝ることが多いんですよね。なんで真ん中で寝れるのはすごい気持ちいいです。これからこのアオサギ展示会やキャンピングカーショーでたくさん出展されますんで、ぜひ体感してみてください。それでは最後にこのアオサギ初めて今日触ってみて感じたメリットデメリットをお伝えします。で、まずはですね、この走行のメリットからお伝えします。で、なんといってもこのキャンピングカー専用にチューニングされた足回りですよね。ちょっと見えにくいんですけど、この板バネですね、これもキャンピングカー用にチューニングされてます。あとはバネのショックアブソーバーですね。で、この見えないですけど、このベースのシャシですね、こちらもキャンピングカー用です。なので買ってからまた追加でお金いるっていうことが少なくなると思います。で、次デメリットなんですけど、こちらももう先ほどお伝えしたんですけど、四駆がなくてオートクルーズがありません。ただですね、電子制御入ってますんで横滑り防止もあります。去年日本特殊ボディさんと一緒に雪山行ってビーカムやトラビを走行したんですけど、問題なく走行できました。なのでスタッドレスタイヤ履いとけば問題ないかなと思います。でもやっぱり雪国の方は四駆がいいと思いますんで、その辺は少し残念なポイントではあります。で、自分このトラビを試乗したことあるんですけど、やっぱりトラックベースなんで高速道路の直進安定性はそんなにめちゃくちゃ安定してるという感じはありませんでした。80キロ巡航とかしておけば問題ない感じです。やっぱりこのベースの L 踏みをですね、こちらが配送とかの一番最後に使う車なんですよね。なので街乗りはかなり得意です。この辺はメリットでもありデメリットでもあります。少しやはり癖はありますんでお伝えしておきました。次は中なんですけど、まずデメリットからいきますね。一つ目気になったのが、ここの通路がね、やっぱり狭かったです。こんな感じでもうそのまま行くと自分はこう腰が当たっちゃってちょっとつっかえる感じになります。なんでこう横にしてカニ歩きで移動になります。がたいのいい人は一回このキャンピングカーの中に入ってもらった方がいいかもしれません。で、次気になったのがここですね、 IH ヒーターやガスコンロ置きっぱなしできないっていう感じです。当たり前ですけど、ここのシンクが使えなくなっちゃいます。で、こっちのサイドテーブルの上にコンロや IH ヒーターを置いちゃうと、この上がね、電池フードないんですよね。ここちょっとずれちゃいます。もうこの辺にね、匂いが溜まっちゃうと思います。なのでやっぱりここで調理したいですね。ここのシンクは使わずにマルチルームのシンクで手を洗ったり歯磨きすれば、ここの上に IH 調理器置いといてもいけそうですね。それかやはり毎回 IH 調理器やコンロは収納するかですね。次気になったのがこの冷蔵庫の排熱なんですけど、ここにあります。自分のキャンピングカーとかは壁側にあって、もう壁が穴開いてて外に熱を排出するんですけど、こちらは中にあります。で、 NTB さんにこのこと聞いたら、一回外にやってたんですけど水が入っちゃったらしいんですよね。なんで中にしたそうです。で、次このテレビ前のデッドスペースが気になりました。こんな感じでテレビ出るんですけど、ここ何も置けなくなっちゃうんですよね。なのでここもったいない気がしました。で、次なんですけど、この生地自分で選んだんですけど、実際使ってみるとあれですね、わかんないこと多いですね。ちょっとね、黒ずんでました。汚れがつきやすいかもしれません。やっぱり白は目立ちますね。色変えるなり生地変えるなり、また NTB さんと一緒に対策考えたいと思います。次なんですけど、デメリットまでいかないんですけど、要検証が必要だなと思うことをお伝えしておきます。ここにね、シャワー浴びる用のシャワーカーテンがつくってことなんですけど、実際にシャワー浴びた時にこのカーテンが体にくっつかないか、これ検証必要だなと思いました。入った感じ、このままだったらもう全然シャワー大丈夫そうなんですけど、シャワーカーテンって意外とこう中に入ってくるんで、体にくっついて冷たっとかなるんですよね。その辺ちょっとチェックしてみたいですね。次検証必要なのは、この常設ベッドの下の収納開けた時に、このままダンパーで上がるんですけど、ここの布団がどうなるかですよね。一応自分が考えた中では、ここにこのまま横になってくれていけるかなと思うんですけどね。で、またこう下げると
このまま眠れるかなと思うんですけど、この辺実際やってみないと分かんないですよね。こう布団敷いていってパタッと折りたたんでここに折りたたんどいて、で使う時またこうパカッて広げるぐらいのなんかアクション数だったら問題ないかなと思います。一番いいのはこうついていてくれたらいいんですけどね、なんかゴムバンドとかあったらいいかもしれません。この辺も実際に試していってみたいと思います。であともう一個要検証なのがここの排熱ですね。冷蔵庫の先ほども言ったんですけど、これも実際に旅しながら使ってみたいと思います。冬場だったらあったかくていいんですけどね、夏場は暑いと困ります。次は良かったところなんですけど、実際自分がこのこだわりポイントとかありますよね。そういうところは本当に良かったなと思います。なのでもうあえてここではあげません。でそれと別にお伝えしたいメリットがあります。で NTB さんの車ってね、こんな感じでここの運転席と後ろがすごいここ開口部狭くなってるんですよね。でこれが結構断熱性いいんですよね。ウォークスルーする場合は結構狭くなるんですけど、運転席夏場かなり暑くなるので断熱性はピカイチです。もうここにカーテンありますんで、これ閉めるだけで断熱性が確保されます。次も NTB さんのメリットになるんですけど、荷物が結構積めるんですよね。これ見てほしいんですけどね、車両総重量 3290kg で定員乗車時の積載可能重量 200kg なんですよね。この車両総重量3290っていうのが全員 55kg の人が乗ったとしてマックスの重さになります。で普通はこれ以上超えたらダメなんですけど、 NTB さんの場合はそこから 200kg また荷物を積めるようにしています。これ結構すごいんですよね。自分の乗ってるカムロードは車両総重量を超えるとダメです。なんでも人が全員乗ると荷物は何も持っていけません。なのでこのカムロード乗ってる方はこれかなり羨ましいと思います。やっぱりキャンピングカーなんでいろいろ荷物積んでいきたいですよね。で今回紹介させてもらった標準装備やオプション装備っていうのはまた変更する可能性あると思いますんで、概要欄にこの NTB さんのリンク貼っておきますんで、そこでチェックしてみてください。すいません、河野さんありがとうございました。いえ、こちらこそ埼玉までお越しいただきありがとうございます。ちょっと遅くなっちゃって申し訳ないですけど、すごい言ったことを、ね、全部やってくれててびっくりしました。完成度高くて頑張りました、ね、結構苦労もあったと思うんですけど、本当にありがとうございました。とんでもないです。すごくいい車ができたと思ってます、いい車になりましたね、おかげさまです、じゃあ肝心の価格ってもう決まりました？価格が決まりまして、1298万円からとなっております。1298万円から、ほとんども標準装備でついていて、っていう感じですね。ほとんど結構主要な装備はついてるので、あとはお好みのサイドオーニングだったりとか、そういうのもオプションになってます。やっぱこれ以上下げるのは難しい？もうすごい頑張ってますで、今もうすごい金額頑張ってる状態なので、今後もっと上がっちゃうかもしれない。確かに今が一番安い金額でお出ししているような状態です。確かに NTB さんのラインナップ見ていくと、それに比べたらあれ意外といけへんかったなっていう印象がいっぱいついてる割には、なんかオプションをいっぱいつけて価格を抑えたって感じですね。本当にそうなんです。もうアオサギにすごいかけてるところもあります。本当ですか？じゃあ売れないとあれですね。次が売れると思います。でオプションとか、ほとんど標準でついてたんですけど、また変更する可能性も。どうでしょう。オプションはあまり今後変更する予定はないです。ですか？金額だけ。じゃあホームページの方でまた金額とかもね、載せてくれてるという。そうですね。わかりました。そちらチェックしてもらったって感じですかね。そうですね。このアオサギなんですけど、今回プロトタイプができて、で発売っていうのはいつからになるんですか？今もう実は先行販売を開始させていただいていて、もう買えるんですか？NTB の八王子店が6月26日にグランドオープンしますので、そのタイミングでありがとうございます。そのタイミングでアオサギも華々しくデビューしようかなって考えております。でそこでも予約ができるっていう感じ？そうです。そこが買う商談ができるって感じですかね。ちゃんとしたアオサギデビューイベントとして打つことになるので。わかりました。で、今から契約したとして、納期ってどのぐらいになるんですか？現時点では1年いただいております。でもね、キャンピングカーだったら1年とか2年とかはね、当たり前かかるんで、多分ギミックとかね、ここで作ってるんで時間かかるかなという気がしました。ありがとうございます。でその間にね、またちょっ
ちょっと自分でもブラッシュアップポイントとかあったんで、どんどん改善してお客様に行くときは一番いい形にちょっと自分もしたいなと思ってますんで、ありがとうございます。どんどんいい車を作っていきましょう。よろしくお願いします。今後なんですけど、その視聴者様とかお客様がアオサギ見たい時っていうのは、なんか出店とか情報ありますかね。近々のそのアオサギのイベントといたしましては NTV 八王子店のグランドオープン6月26から28日、その後は東京キャンピングカーショーにアオサギで出店しますので、それが7月11から12となってます。わかりました。この動画出るのが6月26、金曜日なんですよね。だからもう明日も見れるってことですね。そして明日もうすぐ見れます。で実写がよかったら契約とかもできるってことですね。僕も明日土日を八王子店の方に行ってトークショーみたいな感じで参加させてもらう感じですね。はい、そうですね。でそのクピオさんの写真会とかも記念撮影いいなって思ってます。はい、わかりました。じゃあたくさんの人に来てもらってそのオープンのイベント楽しんでもらえればって感じですよね。はい、もう入場料とかもちろんいらない感じですよね。はい、いらないです。はい、6月なんで来月とかでなんかイベントありますかね。7月の11から12で東京キャンピングカーショーにアオサギで出店いたします。でそこでも見れる感じですよね。よかったらクピオさんもぜひ東京キャンピングカーショーに来ていただけませんか。わかりました。じゃあ行かせていただきます。ありがとうございます。東京キャンピングカーショーの NTV ブースで車両説明とかなんかマイク持ってやる感じで、そうですね、またトークショーとかちょっと企画しておりまして、そのアオサギの魅力のポイントとか、いろいろクピオさんに喋っていただけるといいかなって思ってます。わかりました。ちょっと頑張りますはい、で今回の動画ですね、キャプションメニューありますんで、気になるところありましたら見返して見ていただければと思います。で八王子イオン滝山のオープンと一緒にこの NTV さんの八王子店もオープンするそうです。イオンの敷地内にあるそうです。ぜひ皆さん遊びに来てください。これが NTV 八王子店のイメージ図です。でこんな感じでアオサギもデカールを貼った状態で展示されるそうなんで、ぜひ見に来てください。ありがとうございました。